和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。皆さんこんにちは。今日はいきなりこの、私のラジオ番組渡らせトークの公開収録から入らせていただきました。このタイトルですね、もう一度皆さんと一緒に言っているところをラジオに流したいということですので、ご協力願いますでしょうか。もう一度渡らせトークのとこだけ一緒に言っていただいてもよろしいですか。いきなり最初からお願いで申し訳ございません。お願いいたします。ちょっとお尻向けます。ごめんなさい、小さいです、すいません小さいので隠れませんからすいませんね。はい、では渡らせトークだけお願いいたします。大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。ありがとうございました。ありがとうございました。ご挨拶遅れました。スピリチュアルカウンセラーの大森和代と申します。よろしくお願いいたします。そして片桐直子です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日は初めてですね、このように公開収録ということで、はい、もうガチガチになってまして大丈夫ですので、はい、本当にこのようにたくさんの皆さん講演会に来ていただきまし、その会場でこのように話させていただけること、たくさんの皆さんとつながっていられることを本当に嬉しく思っております。朝早くから今日も5時半から並んでくださったということで、本当にもうそろそろお眠の時間じゃないですか。前の方の皆さんね、すいませんね。寝てても大丈夫です。寝てても魂では聞けますので大丈夫ですのでね。はい、はい、先生、はい、今日このマイクは遠いかも。はい。これまでこれ名札じゃないですね。これまで作っていただいてありがとうございます。はい、これね作っていただいて、あれ私の方なんか電気が入ってちょっと秘密兵器。なんか昔鈴木園子さんっていらっしゃいましたよね。なんかここにいつも光を当ててるっていう。若い分電気はいらないかもしれません。先生、そういえば今日髪型も素敵ですよね。ありがとうございます。全身素敵ですけども、はい、ありがとうございます。はい、講演会の時はねちょっと頑張って美容院にね行ってくるんですが、今日は岐阜の美容院なんですけれども、大阪のね美容院行くとこれもちょっと派手ですけど、もっとこう派手にしてくださるんですね。で、大阪の美容院行きまして、でその後ですね結構、私大阪行った時、大阪で3回も姉さんって言われたことがあるんですよ。で1回は、疲れてこうやってちょっとのけぞってね、なんかこうやってやってたんですね。そしたら男の方が3人来られて、見るからに、普通の方ではない、ちょっと堅気の方ではないという方が、私分かるんですよ。そういう方って特殊なご霊さんがねついてらっしゃるんですね。ちょっと嫌だなと思う虫とかがついてらっしゃるんで、分かってしまうんですね。で、まずいなと思ったんですが、今更ね、でこのまましてましたら急にその一人の方が2人の、部下のような子分のような方を連れてこられて、で目の前で姉さんこんにちはっておっしゃられたので、でもこのままですねひるんではいけないと思いまして、こんにちはって言ったら、失礼します失礼しますってこうずっと頭下げて行かれてしまわれたんですよ。で私もびっくりしたんですけどね。でまたその大阪の講演会の夜ですね、ホテルに戻りましたら、で戻ろうと一人でエレベーターを押しましたら、そしたらエレベーターの前に2人なんかここにバッジをつけた方が、男の方がまた背広を着た方が立ってらっしゃって、でその方が姉さんお疲れ様ですっておっしゃられたんですね。でお疲れ様と言って入ってたんですよ。でそれはね神様がそういう方を使われてお疲れ様って言ってくださったのかな、誰も言ってくれないかなと思ったんですけど、もう一回はねソフトクリームをなぜか2つ手に持った若い衆が
クリーム屋さんから出てこようとしてたんですね、でかわいそうだと思ってドアを開けてあげたんですよ、そしたらもうソフトクリーム両手に持ったまま「姉さんありがとうございますありがとうございます」って言ってすっごいお辞儀されて、でまた出た後も「ああ」って言ったら出た後もまた再敬礼「ありがとうございます」っておっしゃられて、ソフトクリーム落ちるんじゃないかと思うぐらいお辞儀をされて落とさず上手に行かれたんです。はい、先生、極妻に間違えられたってことですか？そんなことはね。でも姉さんって大阪の方は女性に言うんですかって言ったら、いや姉さんは姉さんですと言われましたのでそうかもしれません。梅田あたりに似た方がいらっしゃるのかも、いつも梅田ですので、はい、先生、私服がもうこんな風にこういう感じなんですか？こんな感じでね、こうたまに機材、そんなことないですよ違います違います、はい、ユニクロですはい、はい、家ではですね、はい、そうですか。はい、そういえば先生、ご質問があったんですけども、講演会でよく自爆霊のお話が出ますよね、その自爆霊っていうのは怖いものなんですか？はい、自爆霊というのは自殺をなさった方や交通事故でお亡くなりになられた方、あと今多い孤独死ですね、孤独死はそうばっかではないんですが、いわゆる変死ですね、お風呂の入浴中にお亡くなりになられた、あと手術中にお亡くなりになられた方というのがその場所に縛られて半径50メートルしか動けないという自爆霊というのになられる方がほとんどなんですけれども、あと泳いでいて溺れたとかですね、あとこの間のような水害でお亡くなりになられたとかですね、その自爆霊さんというのが昔戦で亡くなられた方とかですね、大抵どこの土地にもいらっしゃるんですね。でそれをやっぱりこう拾う、あと神社だったりお宮だったり、そういうところにも結構自爆霊さんがおられたり、あと浮遊霊といって成仏をしていない霊がねさまよったりしてるんですけれども、実はこの自爆霊による災いでお亡くなりになられるという方もいらっしゃるんですね。で皆さんのよくご存知の方で言わせていただきますと、ソフトバンクのコマーシャルの若尾綾子さんですか、次郎の犬の次郎のお母さん役ですかね、そのご主人が黒川紀章さんという有名な建築家の方だったんですけれども、その方がですねうちの娘が通う中学校を、校舎を新築するということで、その新築されるという話は校舎を取り壊して新築するという話をね聞いてたんですけれども、でその時に まだ娘は6年生でして、その小学校の校長先生や教頭先生から聞きまして、でその時に戦没者を祀ってある神社がその横にあり、そこまでこう拡張するので、その神社を取り壊すって言われたんですね。でもそんな恐ろしいことはやめてくださいと私校長先生と教頭先生にお願いしたんですが、もう設計も決まって、設計が黒川紀章さんという方で素晴らしい建物が建つとおっしゃられたんですね。でそれが2008年の4月から校舎に入れるということだったんですけれども、でお願いはしたんですけど、もうそれはそんな声はもちろん聞いていただけず、おかしなこと言ってる人がいるわぐらいで終わってしまいまして、で2007年に入ってすぐ工事に取り掛かられたんですけれども、でそこでその校長先生、教頭先生に私、おかしな人と思われるかもしれませんが、神社を壊すことだけはやめていただきたかったので、そういうことをするとこの工事に携わった方や代表の方に本当に不幸なことが今までもたくさんあったんですね。それまでもたくさん起こるから、もうそこだけはこう避けて工事ができないものかっていうことを、もうなんか本当に町の町長さんにお願いしてほしいまでお願いしたんですけど、ちょっとそれは無理なことだったようで工事にかかっちゃったんですね。そうしましたら2007年の最初工事にかかって、で2007年の10月の12日にその設計をされた黒川紀章さんが急性心不全で突然お亡くなりになってしまわれまして、もうその時はちょっと責任をね自分の何もできなかったことにちょっとあっ
辛い思いをねさせていただいたということもありまして、よく家を建て替えてお父さんが調子悪くなった、誰々が事故に遭った、家を増築して何か起こったとか、改装してからどうも何かあった、ひどい方の場合はちょっとお亡くなりになったとか、お母さんが子宮がんになったとか、本当にたくさんあるんですよ。それほとんどが自爆霊というものの災いですので、皆さんのお宅の場合は簡単ですので、自爆霊を拾ってから工事にかかれば大丈夫ですので心配はございませんが、そういう神社を移動するとかですね、よく祠みたいなものやお地蔵さんをね移動しなきゃいけないとか、そういう時はちょっともう少し時間をかけてじっくりとそこにいるご霊さんを諭してから移動させないといけないので、ちょっと大変なんですけどね、自爆霊って結構怖いものですのでね、皆さんもお気をつけいただけたらと思います。自爆霊の拾い方は先生の本でいらっしゃいますボルツに2冊目の本にね書いてありますので簡単ですので、よろしければまた拾われてみてください。先ほど先生にお聞きしたら、土はどんな土でもいいんですね。ただビニール袋に土を入れて、で自分で拾うんですけれども、土はどこの土でも構いません。大阪行った時もそのビルの取ってほしいと急遽言われました時、100均にね今100均行っても腐葉土っていうのが売ってるんですね。それとビニール袋を急遽買ってきて作って拾えましたので大丈夫です。家の土でなくても大丈夫ですので、もう早々と休んでらっしゃる方もいらっしゃってね大丈夫ですか。眠いですよね、朝ね5時半からねなんか後で毛布でも寒いですか、毛布かなんかね持ってきます本当に大丈夫ですかいつもプロデューサーの栗本プロデューサーですよろしくお願いします。今日は途切れなく言っちゃいましたが、まだお時間そろそろですね、あっという間でごめんなさい。ではまた来週皆さんお会いしましょう。 See you next week. Bye.